よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に自己紹介をお願いいたしますということで、はい、じゃあ私から、YOASOBI のコンポーザーの綾瀬です。よろしくお願いします。YOASOBI のボーカルのいくらです。よろしくお願いします。我々YOASOBIは小説を音楽にするユニットというテーマでやっている音楽ユニットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花盛りの君たちへのオープニングとエンディングテーマの新曲を2曲リリースされましたが、原作漫画はご覧になりましたかということで、はい、読みましたね。読みましたね。僕はああいうゴリゴリに少女漫画読んだの初めて、本当に初めてではないけど、久しぶりに読みましたね。私もすごい久しぶりに読んで、少女漫画のこの展開とキュンキュン最高って思いました。いいね、本当にこれでしか得られない栄養がありますね。素晴らしい作品だと本当に思います。お次、花盛りの君たちへのアニメ化はファンが長年待ち望んでいた作品になります。このような象徴的な少女漫画作品の主題歌を担当すると知った時、どのようなお気持ちでしたか？じゃあいくらさん、どのようなお気持ちでした？いや、すごく嬉しかったですし、なかなかこうやってオープニングとエンディングどちらも任せていただけるっていうことはないので、本当にこうYOASOBIに託してくださっている部分が、思いを感じてすごく驚きと嬉しさがどちらもありました。いくらさん、ドラマとかも見てました？ドラマ見てないんですよ。もう僕、94年の生まれなので、の世代はもうみんなあれは中学生ぐらいの時かな。だから実写ドラマ化、花盛りの君たちへのドラマでもうめちゃめちゃ馴染みがあったので、今回アニメ化というところで、まさかオープンエンドどっちも担当させてもらえるとも思ってなかったですし、胸熱です。ありがとうございます。花盛りの君たちへは自己発見が大きなテーマとなっている物語です。お二人は自分自身を見つけるきっかけとなった楽曲はありますか？なるほど、自己発見、見つけるきっかけになった。私はやっぱりもともとこうすごくロックの畑で、生きてたので、そこに火がついたきっかけは日本のマキシマム・ザ・ホルモンというバンドなんですけど、ラウドなロックに目覚めたっていうことは多分本能的にあったんだと思う。いろいろな衝動みたいなものを音楽でこうクリエイティブしていきたいみたいなところ、それをこう呼び覚ましてくれたのはマキシマム・ザ・ホルモンだと思うので、出会いの曲はなんだろう、でも V 機返すとかから入ってるかな、あの辺から入ってる気がする。だから、自己発見だったんじゃないですかね、あれは。幼少期にアメリカに住んでいたっていうこともあって、ディズニーチャンネルをよく見ていて、そこでハイスクールミュージカルっていう作品を見た時に、日常の中で感情が高ぶった時に歌ったり踊ったりする高校生活みたいなのを初めて見て、なんかすっごく楽しそう、歌ったり踊ったりするのってすごく、多分6歳ぐらいだと思うんですけど、思ったのがすごい記憶にあって、なので多分それも一つ自分が好きなことを見つけたきっかけになってるんじゃないかなと思います。花盛りの君たちへの主題歌制作や歌唱においてサウンド、物語、キャラクター視点などどういった要素に重点を置かれましたか？原作のどのような部分が楽曲制作に影響を与えましたか？ということで、そんなにこう多くの少女漫画に触れてきた人生ではなかったから、私YOASOBIの今までのクリエイティブを通しても多分しっかりこう恋愛の曲、そうラブロマンスの楽曲を書くっていう機会がすごい多かったわけではやっぱりないから、そういった曲にチャレンジさせてもらえる機会になったっていうのはすごい一つ面白かったポイントだし、原作の中でもやっぱりこうとにかく主人公水木のこうさ、心情をさ視点にこう描かれていくことが多いわけだし、そこに書かれてるものっていうのはやっぱこう僕の青春になかったような観点もあるわけだし、そういったところから、だからこう歌詞の選び方とかも多分今までの僕の作ってきた歌詞の選び方とはちょっと違うかなと思うし、エンディングの方なんかは特にそうかもしれないですね。すっごくまっすぐな、ピュアな恋心だもんね。そうなんか
ゾーンに入って曲作ってるからさ、うん、ある程度歌詞出来上がってこう自分で振り返ってその歌詞を読んだ時にこれ僕が書いたんですかいや本当に甘々って言っちゃうとあれだけどなかなか普段自分からはこうナチュラルには出てこないような部分も引っ張り出してもらえたので、すごくいい機会だったし、それはやっぱり花盛りのこの原作のね漫画の中に存在しているラブロマンスな成分が僕に影響を与えてくれたんだろうなと思いますね。じゃあ歌唱とかにおいてはどうです？そうですね。でもやっぱりこう原作を読んだ時の本当に水木がこう佐野に向けるなんかもういろんなことがあるけどもう一貫してもうずっと大好きっていう気持ちで、なんかもちろん気持ちにいろんな波はありますけど、でもなんかなかなかそのだんだん年を重ねてくるとっていう年齢じゃないって言われるかもしれないですけど、なんかこう学生時代のそれこそ高校生ぐらいの時の本当にまっすぐな素直な気持ちを好きな人に向けるみたいなことってなかなかこう難しくなってくるから、なんかこう自分の中にでちょっと焦せつつあったそのまっすぐさみたいなものをなんか引っ張り出してきて、こう水木の気持ちとこうリンクさせながら歌を乗せていくっていうのがなんかすごく楽しかったですね。そうですね、確かに、青春をこう引っ張り出してもらったみたいな感覚はあるかもしれないですね。はい、はい、お次、花盛りの君たちへは2000年代ならではの強いノスタルジアを感じさせますが、そういった時代背景は今回の楽曲制作や歌唱表現に何か影響を与えましたか？まあでも原作の漫画を読んで一番に思ったのは、今とあまりにもコンプライアンスが違いすぎるっていうでワードとかもそうですし、いろんな設定とかね、これ今どうやってアニメ化するんだろうっていうのは正直ねすごい思ったし、もちろんその時の常識と今の常識っていう中でこう社会も変わってるしルールも違うんで、それがいい悪いって話ではないんですけど、そこの面白さはめちゃめちゃあったし、2000年代におけるノスタルジーってだってさ、いくらさん生まれた時じゃんだからね、なんか懐かしいっていう気持ちとかではないね、完全にね。そうか、こういう感じだったのかっていう、なんか男女間のやり取りとか。そうだね、さすがにね20年前とかぐらいのタイミングなので、僕もまだまだねガキンチョもガキンチョの時だから、そこに対してこう振り返ってのノスタルジーが強くあるかって言われるとそういうわけではないけど、ただやっぱりその時代ならではの、なんだこう破天荒感というか、はちゃめちゃ感みたいな空気っていうのはやっぱりあるじゃん。そういうのは作品からもすごい伝わってくるし、そこにこうノスタルジーっていうよりは、ある種ちょっといいなと思ってしまうね部分があったりもするので、だから作品に影響をとかっていう話というよりかは、こうまた一つ素敵な時代があったんだなっていうのをね、思ったりしますね。確かに、そうですね。その環境下にいたらやっぱりそれだけ水木のこう佐野を思う気持ちとかも何もこうストッパーがない感じがすごく環境だからこそのなんかものがあるんじゃないかなと思って、それはすごく歌にも乗った気がします。エネルギーがすごいあるよね。主題歌を担当してみたい、もしくは携わってみたい他のアニメジャンルはありますか？アニメジャンル、夜遊びだからこそっていうか、綾瀬さんが曲を書いていて私が歌うっていうこの夜遊びだからこそ、めちゃくちゃこうホラー展開なものとか、グロテスクなものとか、なんかそういうことで自分がそういう物語を歌った時にどんな表現をするのかっていうのは気になりますね。なんやかんやありがたいことにね、結構いろいろとアニメはそうだし、そもそも僕らが小説を音楽にするユニットなのでいろんな物語を軸に曲を作らせていただいてて、結構いろんなねジャンルの作品で楽曲を作らせてもらってるんで、もう本当ホラーぐらいかもね、やったことがないっていう大きい枠組みでいうとね、そうかもしれないですね。ホラーとかそうね、グロテスクそうね、もうめちゃくちゃ戦って血が出るみたいなものとか、そういうのはあんまりやってきてないか。そうですね、私はもうどんなのでも好きなので楽しくやれるので、これっていうジャンルはないですけど、そうね、やったことのないことにはどんどんチャレンジしていってみたいなとは思いますね。
YOASOBI様の楽曲は特定のアニメジャンル、少年少女日常異世界などに特化していると感じますか？そして、今後特定のアニメジャンルに特化していくと感じますか？感じません感じません全く、もうこれはある種の自信と言ってもいいかもしれないですけど、僕がねさっきも言ったようにいろんなジャンルにチャレンジしたいっていう好奇心を持っているっていうこともそうだし、いくらの歌唱能力もそうだし、そこに対して楽しんで挑めるみたいなところも含めて、どんなことにもね、割と僕らはやれるという自負はあるし、興味があるんでやっぱりそれに対してで何かに特化していこうとも特には思ってないからね、いろんなことにチャレンジしていきたいですね。もしお二人が役割を交換したとして、綾瀬がボーカル、いくらが楽曲プロデュースをするとしたら、どんなユニットや楽曲が生まれると思いますか？しかもこの座組でだからね。そうだよね。だからいくらがやっているそのソロを俺が歌うみたいなことともまた違うわけね。そうだね。うわー、もう全然想像がつかないですけど俺はでもわがままやと思うよ。いやそれはどういうちょっとそういう曲は今日気分じゃないかもちょっと歌ってもらえない可能性ある、可能性あるね。ちょっとわがままな可能性がありますね。いやめっちゃ攻撃的ないい意味で挑戦的な曲とか、なんかめちゃくちゃ展開がもう転調しまくってみたいな曲とかって、私はこうあんまり書いたことがないので、なんかそういうのではないこうなんて言うんだろう。そうだね。なんかYOASOBIの音楽の形って今はちょっと想像つかないんですけど、でもすっごくなんだろう、優しい柔らかい曲を歌う綾瀬さんもなかなかなんかその綾瀬さんが自分で作って歌ってるそういう曲はあるけれども、なんかいくら節の中で歌うのは全く想像がつかなくてまあでもなんか楽しそう。どんな未来があるか分かりません。分かりません。面白いかもしれないですね。それ音楽活動をされている中でインスピレーションの源になることはありますか？アニメ作品なども楽曲制作や歌唱にインスピレーションを与えていますか？ということで、インスピレーションの源になるものはもうたくさんありますよね。もう日々のこう楽曲制作とか歌うこととかもそうですし、ライブなんかも今年はもうめちゃくちゃライブやりましたから、もうその中でのもういろんな経験が日々全部インスピレーション源になってる感じはありますね。日々ね、こうずっとこう考えているのとやっぱり生きているので、いろんな一つ一つの経験がね、人とおしゃべりするとかもそうだし、いろんな景色を見るもそうだし、別にかといってお家でぼーっとしてる瞬間があったって、それもそれで何かね一つあったりもするし、日常のいろいろなところにインスピレーション源はこう転がってる感じはね、するよね。なんか後半のアニメ作品なども楽曲制作や歌唱にインスピレーションを与えていますか？もちろんね、いろんな作品、アニメもそうだし、映画とかドラマとかもね、そうだし、何か自分たちじゃない人たちが作ったクリエイティブに触れるっていうのはやっぱりすごく刺激をもらえることはね、多いし、だから今回ももちろん花盛りを漫画を読んで、書いていただいた原作の小説を読んでこう湧いてくるインスピレーションはもちろんたくさんあるわけだし、日々そういったものに敏感にこうちゃんとそういったものをキャッチできるようにしてね、生きていきたいなと思ってますね。新しい世界に触れると絶対何かこうなんかそういうセンサーがなんかキャッチして、それをなんかすぐに何かこう創作に生きなくても時間経ってからあの時の摂取したものが形になってるなって思うこともね、あったりしますから。はい、日々の積み重ねでございます。はい、お次ライブでは、3D 映像の、技術を用いてとてもかっこよく没入感のある演出を取り入れていますが、そうですね、これはきっとポップアウトの僕らの ZEP ツアーの時の話を言ってくださってますかね。 3D 映像を確かに使いました。Put on your pop-out glasses and get ready. 初めましてした日からずっと待っていた、この日思っていた。没入感のある演出を取り入れていますが、今後ライブ会場で試してみたい、取り入れたい技術はありますか？そして今後ツアーの予定はありますかということで、
まあ試してみたいことはね、山ほどあります。ありますね。本当に会場とかとの規制とかと戦いですよ。ね、本当はこういうことしたいんだけど、そうね、会場がダメっていうから。もうできることなら何でも夢を叶えていきたいよね。本当に何でもやりたいところではあるんですけど、ただやっぱ僕らがライブにおいて一番こうモットーにしているみたいなことで、やっぱりこう誰も見たことがないこう景色を作る、誰も体験したことのないものをこうちゃんと提供できるようにしたいっていうのが一番強い思いだし、やっぱりライブが終わった後にかっこよかったとか、なんかすごかったねとかいろんな感想のパターンがあると思うんですけど、一番最初に来るものが楽しかった、また行きたいなって思ってもらえるライブにしたいっていうのがすごく強くあるので、それのためにもというか、刺激的なライブにしたいので、日々ねそういうこう打ち合わせとかもしてるし、誰もやったことのないことはむしろ何があるだろうみたいなね、ところからいろんな人たちとの力を借りてやっておりますよ。いろいろ想像しています。そしてライブとしては重大、そうですね、今後ツアーの予定としては2026年においては、10大ドームツアーっていうのを発表させていただいております、現時点で。まあYOASOBI初のね、ドームツアーだし、ありがたいことに日本人アーティストとしては初めて日本とアジアとで10個ドームとスタジアムのツアーっていうのはものすごい大きい規模のことにチャレンジさせていただけることになったので、まあすごいことになるでしょう。皆さんを驚かせられるような、そんなステージにできたらと思います。期待しててください。お願いします。YOASOBIに今から質問が素早く投げかけられますので、私がやりますが、2人でそれぞれが花盛りの君たちへのキャラクターの中から当てはまる人物を1人ずつ挙げてくださいということで、2人で同じキャラクターを選んでもいいし、同じ人を何回ももちろん言っても大丈夫です。なので必ず花盛りの君たちへのキャラクターの中から選びましょうということで、8問ほど、用意していただいているので、やっていきましょう。じゃあまずいきます。1、昼食ランチは誰と食べたいですか、キャラクターの中で。じゃあいくらさんからお願いします。はい、私は中津。理由は、お昼休みの間楽しませてくれそう。確かにね、トークで、間違いないっていう。いいですね。私は佐野ですね。佐野、なんだ。僕は昼飯ゆっくり食べたいタイプ、ゆっくりだ静かに食べたいタイプなんで語らえてる方がいいなっていう感じなので、中津も一瞬考えましたが、ちょっとうるさそうというか、真逆ですね。お次2つ目、運動会で誰と二人三脚を組みたいですか。じゃあ私から次いきますね。私はここは中津でございます。ここは中津でございます。でもいいね、確かに。ああいうね、こうムードメーカーみたいなタイプの人と一緒に何か取り組むっていうのは楽しいですから、逆に佐野みたいなガチイケメンとかと組んじゃうとちょっと怖いんで、周りの目がね、怖いんでちょっとあれします。そんな私は佐野です。佐野ですね。やっぱりちょっと私はもう水木の気持ちが入っちゃってるので、確かにね、それはもうチャンスがあれば佐野とそれはそうですね、くっつきたいですね。素晴らしいです。いいと思います。カラオケで、誰とデュエットしたいですか。はい。じゃあいくらさんどうぞ。難波先輩。難波先輩。おお。一緒になんかオクターブでハモりたい。かっこいい。ちなみに私は水木なんですけど、オクターブでハモりたい。同じこと考えてる。それやっぱ星野源さんのウィークエンド一緒にオクターブ上下でやりたいよね。いいねいいね。やっぱせっかくデートするならね。せっかくデートするんだったらね、ちょっとそういうのやりたいですよねみたいなね。いいですね。いいと思います。OK です。寮では誰とルームメイトになりたいですか。私はですね、ジュリア。ジュリア、確かに。そう。やっぱあれだけ全肯定してくれる、確かに相思相愛の友達がいたら絶対それが最高のライフになると思う。確かに一緒に過ごしたら、って思いました。グッドな回答だと思います。いかがでしょう。オスカー M 姫島かな。というのはまあ面白い人なわけじゃないですか。変な人なわけじゃないですか。いじりやすいじゃないですか。気が楽そうだな。確かに愛想さんと相性良さそうですね。
やっぱ一緒にねルームメイトみたいな生活をするってなると、ある程度お互いにこうちょっと雑に扱い合えるぐらいじゃないとしんどいと思うんで、佐野とか気遣っちゃうし、で長さうるさいわけだからというところですかね。いいじゃないですか。保健室にこっそり入るとき誰に一緒に来てほしいですか。まあじゃあちょっと勝手に解釈変えようかな。保健室にだから体調がちょっと自分が悪くて保健室に行くときに誰に一緒についてきてほしいですかにしましょう。まあ佐野かな。はい。あなたも。私も佐野です。ちなみに理由は。いやなんかちょっとこう貧血気味とかになって、ちょっとなんかおいってこうお姫様抱っこして連れてっていってほしい。もうたくましいですから。そう。たくましいです。漫画の世界なんでね、いいかなと。いいと思います。なんか信頼できるよね。そう絶対に自分のことを大切に扱ってくれるっていうのがあるから。わかります。信頼感ありますね。いいと思います。夏休みのアルバイト誰と一緒に働きたいですか。私はなんとなく、梅田先生。なんか梅田先生副業すんねや。確かにまあイフなんでね、別にねキャラクターとしてね。でちょっと個人的にもちょっと梅田先生好きなのもあって。わかります。私というキャラクター感となんか相性が勝手にいい気がしていて、まあ会話の言いたいことはわかります。そうで、なんかしかもその短い期間だったらなんかすごい助け合いながらちょっとこういじられボケツッコミしながら楽しくやれそうな気がしました。梅田先生みたいなタイプはただ絶対仕事できないタイプのやつには結構ガチで厳しくなるんで、やばい、しっかり働いてください。そうですね。ちょっと私怒られちゃう、嫌われちゃうかもしれない。ちょっとおとぼけしちゃったかなとかじゃ多分終わらないんで。私は佐野です。佐野なんはい。これは理由今のに近いんですけど、あんまり効率よく動けてないやつ見るとイライラしちゃう。佐野は効率よくやれるでしょと思って。まあやりそうだね。しかも気を使えるしね。そうですね。はい。まあ私も頑張りたいところですけど。ですね。あらいいですね。あなたの最大の秘密を守ってくれる一番信頼できる人は誰ですか。じゃあ私はこここそ梅田先生ですね。ああそうだね、確かに間違いなく一番信頼できるんだ。そうだね。一番信用できるんだから本当に。僕は学校に実際いたらねずっと保健室行ってると思う。俺遊び行ってると思う。ランチもワンチャン先生かなと思うわ。ああ確かにね。梅田先生めちゃくちゃいいキャラクターでね、いい人ですね。もうキーパーソンだよね、物語の中でもね。素晴らしいですね。倉さんどうですか。私は佐野ですね。佐野ですか。やっぱり物語の中でも水木のことを分かっていながらもずっと守っているものがあるじゃないですか。なんかそこへのこう一読者としての信頼感があるので、確かになんか守ってくれそう。いいですね。大きな勝負の時、誰に応援してもらいたいですか。いや決めました。じゃあ私からいきますね。梅田先生です。もう梅田先生になりました。さっきの質問にこうつながるようにね、もう関係性出来上がっているというもうイフがあるので、信頼しているという状態です。だから普段の俺の愚痴とか悩みも多分聞いてくれていると思う前提があって、そういう人にやっぱりこう背中をね押してもらえると頑張れますよねっていうところで、梅田先生ですね私は。しかもなんか経験値がもう違うもんね、梅田先生ね。そうだね。多分ね気の利いたいいこと言ってくれると思う。下手に頑張れは言わないみたいなそういうのとかもあると思います。いいですね。さあ倉さん。私は水木と同様、ジュリアかなと。ジュリアですね。はい。物語に出てくるジュリアのこう主人公水木の精神的にこう離れていっても支える力ってすごいなって思うし、素晴らしい子です。なんかこう全肯定だけじゃない部分もあって、なんかちゃんとその人というその人間のいろんな角度から見て、いい部分も悪い部分も分かってる上ですごくいい言葉をかけてくれる人だから、飴も鞭もくれそうな感じで。ちなみに誰と悩んでたんですか。私水木もいいなと思って、最初思い浮かんだのはやっぱり水木ぐらいもう底なしの明るさで励ましてもらったり背中を押してもらったらすごい前を向けるなと思ったけど、落ち込み方とかなんかこう挑戦するものによってはちょっとハードな時もあるかもしれない。
今そういうバイブスじゃないかもしれない。ちょっと今もう結構落ちてるかもみたいな時があるかもね。わかんないね。水木がどういう励まし方するかわかんないですけど。ジュリアってことでね。ジュリアになりました。ありがとうございます。8問終わりました。ちなみに私この8問の中で1回も難波先輩の名前を出さなかったんですが、私が一番好きなキャラクターは難波先輩なので、はい、たまたまなかっただけです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつも応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。この度YOASOBIはですね、花盛りの君たちへ、テレビアニメのオープニングとエンディング両方、担当させていただくこととなっております。オープニング曲アドレナ、そしてエンディング曲のベイビー、どちらも、我々の作品に対してのリスペクトをしっかりと込めた、愛のこもった楽曲になっておりますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。これからも応援よろしくお願いします。いつも応援してくださっている皆さん、ありがとうございます。今回花盛りの君たちへの、アニメのオープニングとエンディングどちらも担当させていただけるということで、皆さんがこのアニメを見た時にオープニングとエンディングどちらにも作品への思いだったり、その作品を見た後に、その作品に思いを馳せることができるような、そんな楽曲になったらいいなと思っております。ぜひぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。